こんにちは。今日はワイヤレス給電について説明します。皆さんワイヤレス給電って聞いたことありますかね。ワイヤレス給電の一番身近な例がこちらのスマートフォンの充電器です。充電ケーブルを使わないでスマートフォンを充電できます。こちらに持っているのがワイヤレス充電器の送電側の装置です。で、反対側の手に持っているのがワイヤレス充電器の受電側の装置です。こちらの受電側の装置なんですけども USB Type-C になっていて、このスマートフォンに接続することができます。受電側の装置をスマートフォンに装着した状態で、こちらの送電側に近づけてみます。はい、充電が始まります。こんな感じで非接触でスマートフォンを充電できているわけですけども、この原理をこれから解説します。まず最初にこっちの送電側の装置を分解します。送電側を分解しました。コイルみたいのが中に入っています。同じようにこちらのスマートフォンの受電側についても分解します。分解し終わりました。こちらが送電側の装置で、そしてこちらが受電側の装置です。送電側と受電側両方にコイルがぐるぐると巻いてあります。こちらは送電側です。で、受電側も同様にコイルがぐるぐる巻いてあります。こちらの送電側と受電側でそれぞれコイルを使っているんですけども、これは電磁誘導を使って電力を送っています。こちらにコイルがあって、これは送電側のコイルです。こちらの上側にもコイルがあって、こちらは受電側のコイルです。こちらですね。こちらの送電側のコイルに電流を流します。電流はこちらの方向に流します。そうすると電流によって時速ができます。こういう風な方向で時速ができます。こちらの送電側のコイルでできた時速が受電側のコイルに錯交することによって、こちらの受電側のコイルに電圧が出てきます。これが電磁誘導です。電磁誘導を説明するために導線を巻いてコイルを作ります。コイルを作りました。このコイルに穴が開いているんですけども、その部分にこういうふうに磁石を出し入れします。こんな感じでコイルに磁石を出し入れしている時のコイルの両端の電圧をこちらのオシロスコープを使って測定します。コイルを固定します。そしてオシロスコープのプローブをコイルから出ている導線につなぎます。今手に持っているこのフェライト磁石をこのコイルに出し入れすると、この磁石から出ている時速がこのコイルに錯交して電磁誘導による電圧が出てくるはずです。電磁誘導による電圧が出てくると、この波形が変わるはずです。これは今やっていたことを図に直したやつです。ファラデーの電磁誘導の法則によると、 N 回巻いたコイルにこういうふうに時速を錯交させると、その時のコイルの両端に出てくる電圧はこちらで表されます。コイルの両端の電圧はマイナス N 回×時速の時間微分です。例えばコイルの巻数が10回で、この時時速が1秒間で、0から1まで変化したとすると、その時の電圧はマイナス 10V になります。こちらの受電側コイルに出てくる電圧を大きくするにはどうすればいいかというと、単純にコイルの巻数を増やすっていうのと、磁石を1つだけではなくて、例えば磁石を2つ使って時速を増やす方法があります。あともう一つのやり方は時速の変化を速くする方法です。こちらの磁石をゆっくり動かした場合は時速の変化がゆっくりなので、電圧も小さい電圧が出てきます。こちらの磁石を速く動かしてあげると、単位時間あたりに変化する時速の量が多くなりますので、結果として出力の電圧も大きくなります。
今まで説明してきた通り、こちらの磁石が作る磁石をこちらの受電側コイルに錯交させると、こんな感じで電磁誘導による電圧が出てきます。でもですね、実際のワイヤレス給電はこちらの送電側のコイルで磁石を作ってあげます。こちらの送電側のコイルに電流を流します。でその電流が作った磁石をこちらの受電側のコイルに錯交させることによって、受電側にですね、電圧を発生させます。次にやるのは、磁石で磁石を作るのではなくて、こちらの送電コイルに電流を流して磁石を作ります。こちらの送電コイルとペアでこちらに受電コイルも作りました。この受電コイルには LED がついています。こちらの送電コイルに電流を流しているときに、こちらの受電コイルを近づけると、磁石が錯交して電磁誘導で電圧がこちらの受電側に発生します。そうするとこちらの LED は光るはずです。こちらの送電コイルに電流を流すために、こちらの端巻き変圧器に送電コイルを接続します。受電コイルはこんな感じで台に固定しておいて、でこちらの送電コイルのすぐ近くに配置します。今電源を入れた状態で、こちらの端巻き変圧器の電圧をどんどん大きくしていきます。送電側コイル完全に焦げてしまいました。多分電線が細すぎたみたいです。今やっていたことはこの図で説明しています。こちらの送電コイルに電流を流して、こちらの青色の磁石を作っていました。今電流がこちらの方向に流れていますが、この場合だと右手の法則で磁石はこちらの方向に貫いていきます。逆に電流が反対方向に流れる場合、磁石は上方向ではなくてこちらの下方向ですね。こちらの下方向に貫くようになります。こちらの一時側のコイルが作る磁界はこれで表されます。巻き数と電流の積です。一時側コイルが作った磁石がこちらの二次側のコイルに錯交することによって電圧が出てきます。こちらの二次側コイルに錯交する磁石なんですけども、こちらの磁界とほぼ比例します。もちろんこの二次側コイルに錯交する磁石はコイルの距離が近いほど増えますし、コイルの距離が離れるほど減少します。さっきやった実験はこちらの一時側の電源、こちらの端巻き変圧器なんですけども、こちらの電圧を変えること、大きくすることによってこの電流を大きくしてきました。こちらの電流をある程度のところまで増やしていった時に、こちらの受電側コイルに接続された LED を見てみたんですけども、光ってませんでした。なのでもうちょっとこちらの一時側の電圧を大きくすることによって電流の振幅をもっと大きくしたわけですね。それが原因でこちらに電流が流れすぎてしまって、結局一時側のコイルがこんな風に焦げてしまったわけです。こちらのファラデーの電磁誘導の法則あるんですけども、こちらの受電側のコイルに錯交した磁石の時間変化で電圧が変わるっていうやつですね。例えばなんですけど、こちらに錯交する磁石が、ファイコサインオメガ t で表されると、このファイコサインオメガ t の微分でこの電圧は表されます。で微分すると結局 v イコールオメガ n2 ファイサインオメガ t っていう風になるんですね。で電圧を大きくするためにどうすればいいかっていうと、こちらの錯交する磁石の周波数を高くする。2つ目がこちらの受信側のコイルの巻き数を、大きくするですね。多く数ですね。コイルをたくさん巻きまくるってことですね。であとこちらの錯交する磁石の最大値を大きくするですね。でこれはいろいろ方法があるんですけども、まず1つ目がこちらのコイル間の距離を近くするっていうのと、2つ目がこちらの一時側のコイルに電流をもっとたくさん流すっていう方法があります。でさっきはこの電流をたくさん流しすぎて、失敗したわけですね。なので次はもうちょっと違う方法を試してみます。何をするかというと、こちらの錯交する磁石の周波数をもっと高くします。さっきやった実験ではこちらの端巻き変圧器を使ってコンセントから取ってきた電圧をこちらの送電側のコイルに加えていました。次にやる実験はこちらのファンクションジェネレーターを使ってもっと高周波の交流の電圧を送電側コイルに加えてみます。さっきやった実験だと送電側コイルが作る磁石の周波数は 50Hz でしたけども、ファンクションジェネレーターを使うことによってこの周波数をもっと高くします。
こちらの時速の周波数をもっと高くすることによって受電側コイルに出てくる電圧ももっと高くなります。なのでここに接続された LED を光らせることができるはずです。多分。今ファンクションジェネレーターを用意して周波数は 1MHz に設定しました。 1MHz っていうのは100万ヘルツのことです。この 1MHz という周波数はさっきまで使ってたこちらの 50Hz と比較すると2万倍高い周波数です。なのでコイルから出てくる電圧も2万倍高くなるはずです。こちらのファンクションジェネレーターの出力をコイルにつなぎます。そうするとこれが今送電側のコイルの電圧です。この黄色い波形ですね。今こちら手に持っている受電側のコイルをここに置いてある送電側コイルに近づけます。でその時にこちらの波形よく見てみるとこちらの受電側コイルを送電側コイルに十分に近づけた時の電圧は 5V まで上昇します。なのでこれは LED を光らせるのに十分な電圧です。こんな風にコイルと LED をハンダ付けしました。これを近づけていくと今この時点でつきました。この時点で下に置いてある送電コイルからこの上の受電コイルに時速が錯行していて、で LED を光らせるだけの十分な電圧がこの受信コイルから出ています。この受信コイルを送電コイルにもっと近づけていくとどうなるかっていうと LED はもっと光るようになります。コイル同士を近づけていってで一番近くなった状態で LED は一番明るく光ります。これは何でかっていうと送電側のコイルで作られた時速がこちらの受信側のコイルに全て錯行するからです。なので受信コイルの電圧も高くなって LED も明るく光ります。例えば今このコイルを横から少しずつ移動させていきます。そうするとこの時点で光り始めました。コイルがですね半分くらい重なっている状態です。でそこからさらに中心に移動すると今一番明るく光りました。これは今時速が全部錯行しています。それでまた少しずつずらしていくと LED はどんどん暗くなってで最終的に LED は光らなくなります。このコイルを横にずらしてあげる以外にも例えば90度回転させると LED は光らなくなります。これはなぜかというと向かい合っている時には時速は全部錯行するんですけどもこの90度になっている時だと時速が錯行しないんですね。なので LED は光らなくなります。今これワイヤレス充電器で充電している状態なんですけども例えばスマートフォンをこちらの充電器から少し離してしまったりすると充電は止まってしまいますしこちらの送電側コイルとこちらの受電側コイルの位置が合っていないと充電はできませんしスマートフォンをですねコイルからこういう風な90度立てた状態でも充電はできません。でちょっと面白いこともできて今スマートフォンをワイヤレス充電器で充電しているんですけどもさっき作ったこのコイルを近づけていくとこんな感じで LED が光ります。これは今どういう状況かっていうとこちらの下側のコイルで時速を作ってでその時速がこちらの受電側のコイルに錯行している状態です。錯行している状態なんですけどもこの真ん中にスペースが空いてますね。でその真ん中のスペースから時速がこちらのカメラ方向に抜け出ている状態なんですね。なのでその送電コイルの時速をですねこの外部で適当に作ったコイルを使ってあげることによって電力を盗むっていうこともできます。当然なんですけどもさっきも実験でやっていたようにこのコイルの距離を離していくと錯行する時速が少なくなってきますので電圧は下がります。なので LED も消えてしまいます。あとこのコイルの角度を直角にしてしまっても LED は消えます。これが実際のワイヤレス充電器の回路構成です。こちらが送電側のコイルでこれが受電側のコイルですね。で送電側のコイルにはここに電圧源があります。この電圧源の周波数はだいたい 120kHz です。
で実際にはこのコイルと一緒にここにプリント基板があるんですけど、このプリント基板上にインバーターの回路があって、でそのインバーターで 120kHz の交流電圧を作ってあげます。その 120kHz の電圧をこちらのコイルに加えてあげると、こちらのコイルに行ったり、下方向上方向に行ったり来たりする時速ができるわけです。でこちらの受電側のコイルにも電圧が出てくるわけですけども、さっきまで見てきた電圧はこの部分の電圧です。コイル出てきてすぐのところです。この交流電圧でスマートフォンのバッテリーを充電することはできません。こちらの整流回路を使ってコイルから出てきた交流電圧を直流電圧に整流してあげる必要があります。でこちらの整流器の後の出力がこちらの USB の出力になっていて、でそのままスマートフォンに接続されるわけです。今日の動画だとスマートフォンの充電でワイヤレス給電をやりましたが、これ以外にも応用先があって、例えば自動車の無線給電であったり、結構いろいろあるんですね。ということで、もしこの動画が役に立ちましたら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。